目まぐるしく変わるのか、それとも順当にいくのかっていうですね、本当目が離せないこの3日間ですね。そうなんですね、今場所も優勝争いかなりもつれておりまして、先頭集団なんですけども2敗力士が4人、それから3敗力士が3人という顔ぶれになっております。まあ本当に最後までわからない。わかんないですね。昨日また大きく動きがございましたが、こちらはですね獅司ですね。今日場所入りの様子です。今場所好調の獅司2敗、そして武富士です。平幕力士がですね、この優勝争いの中入ってんですよね。そうですね、楽しみですね。青錦の姿、そして霧島です。2敗力士4人の場所入りの様子ご覧いただきました。これIG アリーナですから、これまでの名古屋場所の愛知県体育館の様子とやっぱりちょっとセンター試験の話ですね。そうです、本当わかんないですね。難しい。ちなみに南さんというのは天海峰さんの本名です。本名です。南です。やっぱり熱いのが好きですね。人がいますんで、体が合うんでしょうね。時間になりました。厚顔合わせ。左前回し、大野勝、右が覗いています。左四つ、右の上手大野勝、形を作ります。引きつけて出る、寄り切りました。大野勝の勝ち、勝って3勝目です。朝白龍は負け越しとなってしまいました。画面の左上、大野勝、勝った大野勝が赤く表示されています。勝ちまして今3勝目を挙げましたから、3という数字が赤になりました。朝白龍はさせずに、なんか右が使わせなかったところが良かったですね。新入幕の一馬、今日は御嶽海とは初めて対戦いたします。一馬は右の膝怪我がありまして、そこで番付を序の口に下げていましたけれども、軍配返っています。初顔合わせ、新入幕一馬にとっては大関経験者御嶽海との対戦。さあ立ち合いです。左が覗いています。御嶽海、体を寄せる、寄り切りました。御嶽海の勝ち、連敗を止めました。御嶽海、今日は御嶽海攻めの相撲でした。早く攻めましたね。そうですね、立ち上がってですね、左差して一気に攻めで1勝しかしてませんけども、なんかそんな感じに見えない一番でしたね。そうですね、御嶽海は立ち合いから突っ張ったり、それからこうやって左を差すということもできます。宿舎に当たるわけなんですけど、相当ですから冷房のこれボリュームっていうのは相当な強さなんでしょうね。やめてから本当にお相撲さんと接する機会なかなかなくて、でいざお相撲さんの部屋とか行くじゃないですか。いやここ寒くないっていうような、もう状況でも全然みんな上裸とかでいますんで。そうですか。だからやっぱちょっとすごかったんだろう、異常というかですね、暑さに対してすごい寒さにクーラーに強かったんだなと思います。やめてちょっと感覚が変わったと変わりました。ですね。さあ時間です。金峰山、千代翔馬、張っていきました。金峰山、左の上手、千代翔馬、左四つに組みます。金峰山は右の下手1枚伸びています。左前回しは千代翔馬、引きつけて出ます千代翔馬、体を入れ替えました。金峰山、寄る、金峰山勝って勝ち越しを決めました。最後はひねりましたでしょうか。そうですね。
金峰山、名前の下に8の字が赤く表示されました。勝ち越しを決めています。さてそれでは取り組みを見ましょう。はい、すぐ右差しに行きました。そうですね、右が入ってですね、うまくこうね、千代翔馬も上手から攻めてたんですけども、ガップに組んでとか、両方ですね刺されるような形でしたが、金峰山がですね本当力強いなと思うのが、右手下手ですね、下手がですねすごい浅いところ取ってて、回しも伸びきってるのに、よくここで残れるなと、切ることもなくですね、こうやっぱりこう力が強いからね、ああやって残れるのかなというふうに思いますけど、なんか話とかも面白い話とかも結構ニュアンスもすごいこう日本人に分かるような面白さがあってですね、なんかそういった感じの話もすごい上手だなと思ってました。これはもう本当に大相撲の世界独特といいますかね、やはり共同生活をする中でそうですね、日本語をね皆さん覚えて、そしてこの達者になっていくわけです。さあ土俵上待ったなし、20センチの身長差があります。大青山と翔猿の対戦、初顔です。中に入れたくない大青山、引き離したい、長い手を使っていく、手を出していきます翔猿、引いた、中に入った、押し出し、翔猿の勝ち、勝って5勝目を挙げました翔猿、粘りの相撲を見せています。立ち合いはね、大青山がこう突き放そうとしました。はい、でここですね、終始やっぱりこう手を出してですね、もう密着はもちろん嫌がってて、大青山のこの突き押し、あまり離れすぎるとですね、大青山の突き押しも、リーチ長いんで効きますから、翔猿がうまいこの距離感を保ってですね、もう大青山がこう引いてくるのを本当に待ってるような、下にですね引いたところに乗じて前に出ていくとうまいですね。回しも取らせなく遠くしてですね、でここで引きました。はい、ここだとなんかこう翔猿がですね当たって大青山に別に組まれたくないというか、自分のこの間合いで相手の十分な体勢にしない、そのためにもですねやっぱ差し勝つためには踏み込みですね。踏み込み大事かなと思います。人それぞれあると思うんですけど、自分の場合ですね、相手が左四つだと右を差したいんで、自分ちょっと左にずれて立ったりとかですね、こう正面から見るんであんま分かんないですけど、向正面側がポイントだとおっしゃいました。そうですね。この差し合いに関してはどちらが制するでしょうか。どちらも好きな力士とコメント欄書いてる方がいらっしゃいます。さあ立ち合いです。若元春、朝紅龍。立ち合い呼吸が合いませんでした。両力士呼吸を合わせて立つことになっています。手を出していきました若元春、右を差します。朝紅龍得意の形、左は押っつけ、突き落とし、朝紅龍の勝ち、勝って勝ち越しを決めました。うまかったですね。うまかったですね。勝ち越し。朝紅龍いいところをつけてたなと思いました。もう一度見ましょう。左手ですね。この手首のすぐ近くといいますか、そう肘が決まるんで、そうなんですね。ここで伸びきるじゃないですか。ここで伸びきってそこをですねうまくこう腰と一緒に押し上げて、やっぱりこうね、やっぱり体小さいですけど、こういうちょっとしたこの技術のところで相手が明暗を分けるようなですね、言わない選手同士が、選手と言ったらあれですけど、本人同士が呼吸を合わせて立つ競技ってないですよね。ないです。ですよね。世界中どこ探してもないじゃないですか。ないですよね。そうやって考えるとすごいですね。なんか難しいことしてたんだなと思います。だと思います。2人が立ちます。行司から待ったなしの声。
過去は2度手が合いまして錦富士がいずれも勝っています。突き起こしていく錦富士、右の上手肩越し、上手投げ、錦富士の勝ち、勝って9勝目です。肩越しでしたけど、そうですね、ただ動きの中での上手投げだったんで、やっぱりこう相手の体重も乗っかってですね、上に相手を投げました。ではもう一度見ましょう。立ち合いからすぐに上手、ここです、右の上手。ここでもううまくですね、相手に上手取らせなかったですし、熊本の方とは本当に中継を見るのが楽しみなんじゃないでしょうか。そうですね、本当にこう皆さん相撲の工学科の方が多いんで、わかります。手をついてもろ手でいきました。阿炎突っ張っていく、押し倒し、阿炎の勝ち。心配そうに土俵下見つめています阿炎です。正代も手繰ろうとしたんですか。そうですね、やっぱりこう受けてからのここからのですね攻めようとしてたとは思うんですけども、左いなしたという立ち合いからもろ手突き、これは阿炎らしい突っ張りです。そうですね、でここからですね、正代もこう、ね、下からあてがって残って相撲なんですけど、ちょっとね左に、終始阿炎が攻めてたからですね、そういうところが良かったんじゃないですかね。決まり手は突き倒し、両方で見ながらですね、移動しながらこの大相撲を楽しんでいるという方も多いんではないでしょうか。そういった方にも向けて我々楽しんでいただきたいと思います。相撲のタイプは違う両者の対戦。朝乃山連敗を止められるか。欧勝馬勝ち越しに向けて後がありません。突っ張っていく欧勝馬、引いた、押す、踏み止めた、まだ突っ張る欧勝馬、土俵際、上手投げ、朝乃山の勝ち。左からの上手投げ決まりました。朝乃山連敗を止めました。9勝目。いや、土俵際よく残しました。朝乃山粘りの相撲、よく粘りましたね。そうですね、これでも2人のこの相撲の持ち味というのがよく出ましたね。そうですね、もう本当に朝乃山としてはですね、もう本当最後はこう上手取って投げたんですけども、欧勝馬はうまくですね、そうですよね、立ち合いからこの突っ張って、はい、捕まらないように、そうですね、そして相手をこういなしてですね、相手を泳がしてこう一気に攻めれるかなと思ったら朝乃山残ってですね、でまたうまくこう前後左右にですね相手を動かしてここというところでですね、ここ危なかったですね。そうですね、すごいな、こればかりはねすごいですよね、朝乃山本当かなりこう朝乃山がね体のけぞる場面多かったんですが、土俵際でこの上手も前から取ってたわけじゃないですからね。だからかかった上手であそこまでやっぱいきなりこうなんていうんですかね、いきなりに100の力が出せるっていうところがやっぱ相当左の上手、いやでも藤両がもう地元のこのご当所で勝ち越しを決められて、大変嬉しいんではないでしょうか。そうですね、やっぱりこう声援もですね、さらに多くありますからもう嬉しいでしょうね。
さて木村吉郎軍配を返しています。先場所は宇良が勝っています。立ち合い突っ張っていく、激しい突っ張り、藤良が突き押し、藤良がの勝ち。力強い相撲でした。いやー強かった。勝って9勝目、藤良が圧倒しましたね。そうですね。なんかこうご当所の力ももちろんあると思うんですけども、やっぱ先場所敗れててですね、今場所こうやって裏にねまともにこう思い切って当たりました。立ち合いからの攻めです。はい。下からこう押し上げてですね、もう何してくるんだろうっていうよりも自分のこのね長所素晴らしかったですね。昨日の相撲もそうでしたけど、藤良がのこの後半、はい、非常にこう乗ってきたと言いますかね、思い切りのいい相撲になって、狼雅6勝6敗です。もう早いもんで天海鵬さん、はい、この取り組みが今日幕内前半最後です。あ、良いですね。過去は一山本4勝、狼雅の3勝です。この2人も持ち味は違います。突っ張っていきたい一山本、狼雅は相手を捕まえたいでしょう。張っていきました狼雅、左四つ、一度離れてもう一度右四つに組みました。引いた一山本、両足出る一山本、下手投げ、狼雅の勝ち。勝って白星先行としました狼雅、7勝6敗、今勝ちまして7勝目を挙げました。画面の左上7という数字が赤く表記されています。一山本は8敗目で負け越しが決まってしまいました。そうですね、右から張ってですね、左四つに組んだ狼雅でしたけども、なんか最近一山本四つに組むことがありますね。そうですね、多くなりましたね。そうですよね、だからでそして途中四つ組んだ時に、右四つ組んだ時に狼雅のもう形かなと思って勝負ありなんかなと思ったら、意外とですね、一山本右上手取って残ってうまくですね、なんかこう回しを取らせないようにするようなこともなんかこう、結果的には狼雅のこの右からのすくい投げね、すごい強烈だったんですけど、一応がですねすごい良かったと思います。やっぱこう右四つ相撲、このやっぱ右を差すとですね、やっぱりこう、残れますし、力も出しやすいですよね。なかなかですね決まらず、だんだん負けが込んでいくと、嘘だろ嘘だろというですね、なんかこう自分が自分じゃないような、なんかこうふわふわした感じになりますし、やっぱりこう一番一番っていうのは分かってるんですけども、どっかでですね勝てば勝ち越しっていうのが頭によぎりますから、その雑念を払うということがですね、やっぱりこう無心になるというのが大事なことです。やっぱりこう雑念だらけです。はい。本当にそのあたりの気持ちの持ちようというのは難しいものでございますが。そうなんですよね。さあ過去対戦は伯乃富士の2勝1敗です。勝ち越しがかかっている伯乃富士、立ち合い。豪ノ山圧力、押し出し、豪ノ山の勝ち6勝目。伯乃富士はまだこの足踏みが続いています。なんと4連敗です。伯乃富士、相撲を取らせてもらえませんでした。そうですね、やっぱりこう伯乃富士としてはですね、立ち当たって圧力かけてまわしを取りたいなとは思ってたと思うんですけども、豪ノ山のこの豪ノ山のこの人間ブルドーザーとも言うべきね。そうですね、この立ち当たってからのこの手の伸び、そして相手をですね、こう押し上げるこの、膝も曲がってますし、やっぱりこうなられるとですね、残せないですね。足もよく出ていました。はい。伯乃富士はやっぱり差しに行きたかったんですか。そうですね、やっぱ差したい、左を差してですね、やっぱりこうまわしを取りたいとは思ってるとは思うんですけど、その方が詳しかったりするんで、かなりのこの相撲ファン、この広角化有識者の方にですね、
来場所は僕どの辺ですかねって聞いたことがありますしあ、そうですか。そうです本当にそういう方が言われること意外と当たってるんですよ。おなんかそういう見方もありますし自分で番付作ってもいいと思います、お、なるほど、そういう楽しみ方もあるわけですね。少しです。隆の勝は6勝6敗です。連勝しています。3連勝で6勝6敗、星を五分に戻しました。押し相撲同士の対戦、立ち合い頭で当たっていきました。互いに突っ張り、張り合い、のど輪で押す。隆の勝残した、いなした、残す、左から押っつける大栄翔。土俵際押し出しました。大栄翔勝って勝ち越しを決めました。激しい押し合いでした。いかがですか、今の激しい相撲は。もう両者押し相撲でですね、本当にこうなんか攻防があって、本当に両者この見応えある一番でしたね。やっぱこう終始両方ね、両者こうついてそしていなしてですね、本当こうとにかく前に攻めてるねところがここですね。よく残しました。この流れ的にはもうここ残したんで隆の勝行くかなと思ったんですけど、やっぱそこですね。やっぱこう攻めに隙のない大栄翔がですね、終始戦。勝ち越しを決めたのは去年の九州場所11月場所以来ということで、そうなんですね。今年に入ってからずっと7勝8敗できました。そうですよね。そうですね。ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。南のごチャンネル登録高評価よろしくお願いします。相当言い慣れてますね。スムーズに今告知がスラスラと出てきました。ありがとうございます。土俵は藤ノ川と美ノ海の対戦です。6勝6敗藤ノ川、美ノ海は5勝7敗、後がありません。立ち合い、仕切り線から前に手を置いてはいけません。今藤ノ川の手のつく場所を注意されました。さあもう一度、合いません。やっぱり体の小さい藤ノ川、先に立ちたいんでしょうね。先に立ちたいのか、これちょっと変化もありますよ。これちょっと青錦戦で一回見せましたんで、発想飛びをですね。右四つ、美ノ海が押す、回り込んだ、押し倒し、美ノ海の勝ち。圧力勝ちですか。そうですね。もう立ち合いからこう低さというかですね、美ノ海こう当たる角度がものすごくいいですし、こう前みつ取ったりとかですね、回し取っての技術もありますので、そうですね。かなり早く立ってたんですけども、上手取るの早いんですよね、前みつ取るのが。ただ切れはしたんですけども、うまくこう右からですね頭をつけ直して出し投げ打つのうまいんで。これですね。足投げ打ちながら体を寄せていきました。そうなんですよ。右から絞りながら頭をつけくんですね。本当うまい。頭の付け方。ではもう左の手が苦しくなりますので、やっぱこううまいな。これとっさにこうやってできるっていうのがですね、本当に美ノ海のうまさだなと思います。平戸海、左の前みつを取るのが非常にこのうまい力士です。土俵上待ったなしの声。過去対戦は幕内15回ありまして、平戸海の10勝、王鵬の5勝です。右四つ、
左上手、平戸海が攻める、寄り切りました。平戸海の勝ち。王鵬を残すことができませんでした。平戸海3勝目、王鵬は敗れて12敗目となってしまいました。明らかに王鵬も本調子ではないですね。そうですね。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って平戸海の右四つ左上手の形です。これは平戸海得意の形ですね。そうですね。王鵬もですね、本調子ないとはいえ、平戸海の攻め方がですね、やっぱり相手の良さをこう出させないような動いてですね、自分から攻めて終始攻めてたんですけども、土俵際でですね、ちょっと同体みたいな感じになって、取り直しと。そうなんですね。1年前は兄の琴勝峰が優勝いたしました。今優勝争い、琴恵峰、弟の琴恵峰が3敗で残っています。平幕力士もこうやって見ると優勝の可能性を残しております。土俵上待ったなしの声、吉野富士と琴恵峰の対戦です。過去は2度対戦があって、いずれも吉野富士が勝っています。手を出していきました。速い攻め、押し出し、吉野富士が勝ち。琴恵峰はこれで3連敗。吉野富士の攻めが早かった。これどうですか、合い口もありますか。そうです。一方的でしたね。そうですね。だって吉野富士差し身うまいですから、やっぱりこうあえて右が覗くとですね、本当足腰もしっかりしてますし、張り差しを選択したね琴恵峰だったんですけども、あえて高安に対する声援が飛んでいます。高安、奥様の森好美さん、演歌歌手ですね。つい最近新曲も出したというニュースもあります。そうなんですね。そうなんですね。素晴らしいですね。さあ、待ったなしの声です。過去は高安7勝、琴勝峰3勝です。手をついて使っていく高安の突っ張り、回り込んだ、送り出し、琴勝峰の勝ち。高安は4敗に後退。3敗力士が続けて敗れました。いやー、今の相撲どう見ますか。高安のこの途中で回転するっていうですね、本当にこの動きいいんですけども、それよりもですね、この琴勝峰の攻めが厳しかったっていうところでしょうか。ですね。これ張っていったんですね。これ張り差し狙ったんですか。張り差しですね。張り差しして、やっぱり左差してくるともう琴勝峰も思って、やっぱりこうね右から攻めて、相手のこう止まらないように上手を取らせないようにですね、うまく攻めましたね。本当に途中で流れ的に左からいなすっていうですね、相手のこの動きを関係なかったんで、自分が角場になったことないんで。さあ優勝争いです。こちらは獅司です。いや、気合いの入った表情です。今場所の獅司はどういう点がいいですか。なんかこう相手をですね、前後にこうはたいたりとかする、言ったらこうもちゃもちゃする相撲が多かった中で、今回もガチッと四つに組み止めて、四つに組んでからのこの力の強さ、本当になんかこう安定というか下半身の安定がそういうふうにさせてるのかなと思います。さて、こちらカド番脱出をかけます大関の琴櫻。
敗力士の獅司、大関戦どう攻めるでしょうか。右が入りました。琴櫻、右四つ、琴櫻肩すかし、琴櫻勝ち越し、カド番脱出、獅司は3敗に後退です。番付格の違いを見せました大関琴櫻が勝ち越しです。ただいまの決まり手は下手出し投げを、この大関のこのうまさ、そして力強さですね。ここですね。ここで取ったらもうやっぱり大関の形です。重いですし前にも出れませんでしたもんね。カド番脱出ですね。すごいです。もう終盤戦に入って、大関も4連勝、本来のこの動きというのを取り戻してきました。最後はこれ下手を引いていたんですかね。下手引いてました。霧島は昨日初めて大の里、苦手の大の里に勝ちました。過去10戦全敗をしておりました。さて現在の優勝争いです。今日2敗の獅司が敗れて3敗に後退しました。2敗力士が1人減った形になります。でこの取り組みの後また1人減る形になりますね。そうですね。どちらかが敗れますんで、いやこれはですから明日明後日優勝争いの流れを大きく変える一番になりそうです。過去の対戦ですが青錦の4勝、霧島1勝と対戦成績では青錦に分があります。ただですね、わからないですよ。10連敗してた大野里にですね、霧島今場所勝ちましたんで。そうなんですよね。今年の1月は霧島が勝っています。霧島踏み込んだ、左が差し抜ける、叩いた、青錦の勝ち。2敗で残ったのは青錦、そして霧島は3敗に後退。これで綱取りはどうでしょうか。少し厳しくなってきたでしょうか。土俵際勝ったのは青錦、残りました。大関の方が踏み込んでたんですけども、青錦がですねよくここ残して、とっさの判断といいますかタイミングの良さですね。うまくこの左からこうつけられているのを手を抜いてですね、使われている手をですね抜いてすくい投げを取ってますね。決まり手すくい投げを取りました。左を差して大関が出ていきました。ここで抜くんですね、青錦が。ここの左から振りながら抜いて、そこにもうね何も左側がなくなりますんで、大関が転ぶと。ただこれは番付の意味といいますかね、格の違いをやはり見せなければなりません。過去は武富士の1勝、大の里の3勝です。武富士も初土俵から9場所で幕内に入ってきて、そして新入幕での優勝というのがありました。110年ぶりなんですね。そうなんですよね。その後怪我をして番付を下げていましたが、またこの幕内に戻ってまいりました。さあ土俵待ったなしです。先ほどは霧島が敗れて3敗に後退。2敗力士武富士、青錦についていけるか。相手は横綱です。右四つ、大の里出足、寄り切り、これが横綱の力。大の里勝って7勝目、武富士が3敗に後退です。寄
横綱の力を見せました。そうですね、もうこれさすが横綱っていうような一番でしたね。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って大野里の勝ち。もう体密着させてですね、この横綱のこのなんていうんですかね、この残せないような、このとてつもない前に出る圧力、はい、さすが横綱だなと思います。もう本来の大野里の力強い相撲でした。コメント、懸賞60びっくりマーク、横綱頑張れ、懸賞金やばすぎ、総額いくらやん、60びっくりマーク。皆さん60という数字にかなり反応してらっしゃいます。そうですよね、確かに金銭的な話ですからね。まあこの一番勝てばいくらもらえるんだろうっていうですね、すごいこう視聴者の方のこの、はい、皆さん気になるようです。さて豊昇龍はこの一番に勝ち越しがかかっています。過去対戦は豊昇龍の5勝、熱海富士6勝で、まあ、対戦成績を熱海富士がやや有利なんですね。やっぱり体は決して横綱大きくはないですから。そうですね。この熱海富士相手に立ち合いまずどういくかですね。やっぱりね、圧力はかけなきゃいけないですけど、まともにはね、どうしてもやっぱ正面に置きたくないという感じですね。置きたくはないですよね。となるとどうでしょうか、上手を取りに行くのか。そうですね、当たりながらこう上手取って相手崩してで、まともにこれ刺して胸が合うとなかなか大変ですよ。そうですね。さあ待ったなしの声です。13日目結びの一番、勝ち越しのかかった横綱豊昇龍、そして優勝争いに残れるか3敗力士の熱海富士。注目の取組です。さあ立ち合い、横綱右を差しました。胸が合います。重たい熱海富士、左の上手、熱海富士胸が合って右から勝ちました。熱海富士が勝ちました。横綱敗れました。6敗目、そして熱海富士は3敗で残りました。まともに胸が合ってしまいました。熱海富士が勝ちました。横綱を破りまして優勝争いに残りました。ただいまの決まり手は寄り倒し。決まり手寄り倒しを取りました。熱海富士の勝ち。それでは見ましょう。横綱右差し。そうですね、もう右差しをして横綱こうね崩しながら、下手から崩しながらやってたんですけども、この下手で崩した時にもうやっぱりこうね、熱海富士にこの上手をがっちり取られてですね、やっぱこう胸合うとやっぱりこう投げに崩してはいくんですけども、熱海富士のやっぱりこのね、左に体を寄せながら投げ食わないようにってなると、やっぱり横綱もきついですね。これ右四つになって胸が合うとなかなか熱海富士の体は動かせませんでしたね。そうですね、こう横綱もこの腰のね動き方というか開き、体の開きとかもすごいいいんですけども、やっぱりな熱海富士のこの重さ、そしてこのねこの足腰の良さありますね、熱海富士。はい。で少し状態も起きたんですけども、熱海富士の。はい。ですね。横綱としてはこうね左下手離してっていうよりはどうなんでしょうね。体も密着させまして、はい、最後相手を寄り倒しました熱海富士です。3敗優勝争いに残りました。熱海富士、青錦まだ組まれてないですね。そうですね。このままもう当たってない人と当てるんであれば、熱海富士、武富士もないですよね。熱海じゃなくて青錦、武富士ないですね。はい、当たってないですね。でいっぱいそうですね、交代ですからね。13日目終えて
青錦がやや有利かなという気がいたします。そうですね。優勝争いは青錦単独トップで13日目の取り組みを終えています。以上13日目の幕の内の取り組みでございました。ではこの後は天海鵬さんが選ぶ今日の一番をたっぷり伺いたいと思います。アベマ大相撲ライブ、今日は7月場所